皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルでは日本語の学習者さんに向けてわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けしています。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。実は最近私はいいことがありました。以前ね上げた動画で7月は私の誕生日なんです。だから皆さんお誕生日おめでとうとか一言でいいからコメントをくださいって動画でお伝えしたんですよ。そしたら思いがけず本当にたくさんの方からおめでとうっていうコメントをいただきました。本当に嬉しいです。普段私のチャンネルってあんまりねコメントをいただけてないんですよ。実は多分ね私の動画の作り方とか話し方があんまりコメントをしたいって思ってもらえないっていうのが原因だと思うんですけど、あんまりねコメントをいただけないから結構ね落ち込むんです。なんか私の動画って本当に意味あるのかなとか、皆さん本当に楽しんでくれてるのかなとか、結構ね不安になるんです。でもねたくさんのいいねとかもいただいているし、多分それが皆さんのねコメントはねしなくってもいいねとは思ってるよっていう、それが意思表示なんだろうなって信じて動画を今撮り続けています。もしねあんまり役に立たない動画だったら作り続けても意味ないじゃないですか。だからね結構自信をなくしていたんです、実は。でもこうやってお誕生日おめでとうとか、いつも動画楽しんでますありがとうっていうコメントを今回すごくたくさんいただいて、もうねちょっと今ももうちょっと泣きそうはい。もしかしたらね私の動画は完璧じゃないかもしれないけど、皆さんのそういうコメントを見てもっとね楽しんでもらえる動画を作っていきたいなっていうふうに改めて思いました。本当にいつもコメントをくださっている方、それから初めてねコメントをくださった方も本当にありがとうございます。すごく元気をもらいました。はい。ということでね、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、今回の動画は日本人が使うつなぎ言葉、要はフィラーですね。はい。これを5つご紹介したいと思います。で、このフィラーの使い方も合わせてご紹介します。その後には日本人が使うことはあるけどあんまりおすすめしない、そういうフィラーも2つご紹介するので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。はい。まずね、フィラーですね。フィラーって実は日本語ではあんまり言わないんですけど、皆さんには多分フィラーって言った方が伝わりますよね。要はつなぎ言葉なんですけど、会話と会話の間にフィラーを入れて文章を自然な流れにしたりとか、フィラーを使って次に言いたいことを考える時間を作るとか、話のね印象をちょっと柔らかくしたりとか、そういう風に使います。例えば日本語がねスラスラ完璧すぎるとちょっとねロボットみたいに聞こえちゃうんですよね。でもフィラーを使うと自然なね人間っぽい、もっとナチュラルな話し方になるからこそ、聞く人もね聞きやすくなるかなと思います。はい。じゃあね、まず王道の日本語のフィラーといえば、一つ目、ですね。これはね、次に何を言おうかなって考えている時に使う言葉ですね。どこの駅で降りればいいんでしたっけとか、こういう感じに使います。ポイントはね、考えてますよっていうサインとして使うことです。何にも言わずにぼーっとしてたら、この人大丈夫かなって思いますよね。だから、って言うと、この人なんか考えてるんだなっていうのがわかります。英語だとね、well に近いかなと思います。well って考えますよね。はい。二つ目。これは、です。
このは、にもちょっと似ていますが、使うタイミングは微妙に違います。これはね、相手に対して否定をしたいとき、あるいは相手が気づいていないことを指摘するときに使います。っていうときは、言いたいことがね、決まってないから考えています。そういうときに使いますね。だからね、もしかすると相手は、決まってないの？考えてないの？ってちょっと不安になっちゃうかもしれないです。でもね、っていう時は、もうね、言いたいことは決まっている時に使うことが多いです。だから、って言いたいことがね、頭にあるんだけど、言葉が出てこないなとか、そういう時にも、って言うと、この人考えてるな。もう頭に何が言いたいかはあるんだなって思ってもらえると思います。すみません。ちょっといいですか？とか、なんて言うんですっけあれとか、そういう風に使います。英語だと、に近いかなと思います。考えてる時の、っていうやつね。はい。3つ目は、いやーっていうフィラーです。っていうのとちょっと似ていますが、もっと否定的なフィラーです。いやーっていうと、その後には、ほとんどの場合に否定の文章が入ります。あるいは、予想外だったなーっていう時に使います。例えば、お兄さん、体鍛えててかっこいいね。いや、そんなことないですよ。みたいな、そんな感じですね。あるいは、この案で行こうと思うんですけど、どうでしょうかって聞かれた時に、いやー、もうちょっと他の案を出してから決めたいですね。みたいな。こういう感じで、否定をする時の、いや、みたいな、そういう使い方と、考える時の、いやー、どうしようかな、みたいな、そういう時に使います。はい。次に、4つ目ですね。これは、です。これはね、悩んでいる時に使いますね。と似てるんですが、は考えている。は悩んでいる。そういうイメージです。っていうと、もっと頭の中でぐるぐる考えている。そういう時にはね、とはあんまりね、言わないです。もっと考えて悩んでます。みたいな。そういう時に、って悩みます。今日の晩ご飯どうしようかなとか。結構ね、使いやすいフィラーだと思います。はい。5つ目が、なんかですね。なんか。これはね、はっきりと言いづらい時とか、少し曖昧に言いたい時によく使います。なんか言いづらいんだけどさ、とか、なんか変な匂いしない？こんな感じでね、なんかって言うと、言葉をちょっと濁せる、そういう単語ですね。ただしね、なんかって子供もよく使うんですよ。なんかねーとか、なんかいいねーとか、なんかって話したりするんです。だから使いすぎるとちょっと幼稚な印象になってしまうので注意してください。はい。ということでね、ここまで5つのすごく王道なフィラーをご紹介しました。まずはこの5つからね、使いこなせたらいいかなと思います。で、今からね、もう2つご紹介するんですが、これはね、私がおすすめしないフィラーです。はい。日本人もよく使っていますが、使い方を間違えると日本人を怒らせてしまうことがあったりとか、私がね、個人的にあんまり聞いていて気持ちよくないなって思うフィラーです。はい。まず一つ目が、ですね。っていうのは、日本人がビジネスの場でよく使うフィラーです。考えてるときに、っ
っていって間を持たせることが多いです。これはね、結構普段から言うこともあります。でも友達同士とか会社の上司と話すときには使うとちょっと変ですね。このね、っていうのは使いこなせれば問題はないです。でもね、ちょっと使い方を間違えるとかなり危ないですね。なぜなら否定の意味だと捉えられてしまうかもしれないからです。日本語ではね、否定の意味でを使うことがあります。例えば、って反応して否定をする。もう一つ、って驚きを表す。こういう風にね、使うこともあります。もしね、このをフィラーとして使って否定の意味だと勘違いされちゃうと、じゃないだろ、ふざけてるのかって怒られてしまうことがあります。口答えをするときにもって使うからですね。否定のです。あるいはね、なんかね、ちょっと舐めた印象になってしまう時がありますね。口答えをするなみたいな。もちろんね、ビジネスの場では使わないんですが、すごく厳しい上司とか工事現場の親方とか、そういう場所で働く人は本当に言葉を気をつけた方がいいです。すごくね、厳しいので。だからもしね、似たような場面で使うんだったらという方が安全です。ってビジネスの場では絶対に使わないです。もうすごくアマチュアだと思われてしまうから、ビジネスの場ではって言うんですが、ビジネスの場で日本語を話す人って多分もうかなり日本語上級者ですよね。だからニュアンスも使いこなせるようになると思います。その前の段階、まだ日本語のニュアンスに自信がないですっていう時は、って言った方が、この人は考えてるんだなってわかるから安全だと思います。日本語の学習者さんがちゃんとね、真面目に考えてますよっていう態度を示したい時は、って考えた方が、頑張れって思ってもらえると思います。二つ目は、だからですね。だから。これは日本人でも自然に使う人がすごく多いです。でも私は個人的にいまいちだなって思っています。そういうフィラーです。だからっていうのはね、与える印象に2通りあります。一つ目は今私がこうやってしてるみたいに説明をするときに使うだからですね。これはだからこうするといいとか、だからこうなるみたいな前の文章と後ろの文章をつなげたい時のだからです。前の文章があります。だから後ろの文章になります。こういう時のだからです。これはね、かなり自然です。でもね、もう一つ意味があって、だから言ったでしょっていう意味のだからですね。相手が何かを言いました。それに対して返答の第一声がだからになってしまうケースです。これはね、私はあんまり好きじゃないです。相手が言ったことに対してだからこうなるんだよ。だから言ったじゃん。だからこういう言い方はなんでわからないのっていうニュアンスがね、入っているように聞こえます。ちょっとね、攻撃的というか、私の言ったこと聞いてなかったの？だからさ、そういう気持ちが込められているように聞こえます。多くの場合にそこまでね、考えないで言っている日本人が多いです。癖みたいな感じで言っている。だからこそ皆さんも皆さんもこうやってフィラーとして使っていいんだなって思うかもしれないです。でも使い方によってはすごく失礼になるんだよっていうことを覚えておいてほしいなと思います。もしね、相手の言ったことにだからって意見をつなげたくなったら、そうですよね。
だからって一旦ね、相手の言うことに同意をする。同意をしてから意見をつなげるってすれば、そんなに失礼にはならないと思います。私はね、結構相手の言葉遣いとか言葉の選び方っていうのを聞いちゃうタイプなんですね。で、気にしちゃうんですよ。あ、この人もしかしてちょっと怒ってたかなとか、なんだか機嫌悪くしちゃったかなとか。そう。だからね、相手が強めにね、だからって言ってきたら、怖いって思うし、場合によっては、だからって何？偉そうだな。失礼だなって思っちゃいます。はい。だからね、皆さんもぜひ気をつけてみてほしいなと思います。だからねってすごいよく使いますね、私。はい。自分の文章をつなげる時のだからはかなり自然だと思います。どうでしょうか？悪い印象にはならないかなと思います。ということで、今回の動画ではフィラーをね、5つと、フィラーだけどあんまり使わない方がいいかもっていうフィラーを2つご紹介しました。フィラーってね、使いこなせると、ちょっとね、言語が流暢になったような気がするかなと思うんです。それに自然とね、フィラーがその言語になったら、ちょっと嬉しいですよね。この言語に染まり始めたな、みたいな。私は英語を話し始めて、フィラーもね、なんだか自然に出てくるようになった時は、ちょっと嬉しかったなーっていうのを覚えています。はい。皆さんもね、無理はしない程度にフィラーを楽しんでもらえたら嬉しいです。はい。ということで、こういう動画が面白いな、役に立ったな、と思ってくれた人は、チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。もちろんコメントも待ってます。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。